こんにちは、MV 解説田中です。今日取り上げるミュージックビデオは椎名林檎の人間としてです。2024年4月17日リリース、テレビドラマディスティニーの主題歌として書き下ろされた楽曲です。石原さとみ、亀梨和也、中村徹、佐々木蔵之介などが出演。大学時代に起きたある事件と対峙し、父親の死の真相や大学時代の仲間の秘密など、様々な過去と向き合っていく女性検事の姿を描く20年の時をかけたサスペンスラブストーリーです。椎名林檎は本楽曲リリースにあたり、ホームもの、税務ものは私のお箱ですとコメントを発表しています。ちなみにリリースを記念して SNS 楽曲フェアキャンペーンも開催。SNS でハッシュタグ人間としてをつけて楽曲をシェア。投稿した画面のスクリーンショットを応募フォームから送ると、ミュージックビデオに登場するアンディ・ウォーホールライクな椎名林檎の限定画像をゲットできます。監督は児玉雄一。椎名林檎ファン、そして東京事変のファンであればおなじみの児玉監督。2000年メローに始まり、日本、長く短い祭りなどを監督。もちろん前作、私は猫の目も児玉監督によるミュージックビデオです。実に20年以上長年タッグを組んでおり、椎名林檎が児玉監督に絶対の信頼を置いていることが伺えます。2019年の対談でも、基本的には監督にお任せしますというスタンスです。すでにこれだけ実績を作り続けており、信頼していますし、音を拾ってもらえたらそもそも十分です、とコメントしています。やはりもう間違いない組み合わせ。もはや監督が児玉雄一と聞くと安心してしまう自分がいます。いつか椎名林檎×児玉雄一を特集したいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。そんな児玉監督は東北大学理学部卒ながら独学で映像制作を学び、広告業界でキャリアを積んできた異色の経歴の持ち主、そして才能の塊です。2008年にディレクションを務めたユニクロのウェブ広告、ユニクロックがカンヌ国際広告祭、クリオ賞、ワン賞、世界三大広告賞すべてのインターネット部門でグランプリを受賞という快挙を果たしています。そして児玉雄一の名を世に知らしめた作品がリオオリンピック閉会式における東京2020への引き継ぎ式の映像演出です。チーフ映像ディレクターとしてドラえもんやスーパーマリオなど日本のアニメやゲームのキャラクターとアスリートが共演する映像を手掛けています。そして4月17日に公開された本ミュージックビデオ、人間として。派手な舞台装置は使わずに、幾何学的な美しさを追求したシンプルな絵作りと、バレエダンサーの身体表現によって、軽やかなハーブの音色から壮大なオーケストラへと展開していく本楽曲を、豊かな映像表現で包み込んでいます。ちなみにミュージックビデオ内には、キャストとして椎名林檎の名前が挙がりますが、概要欄を見てみると、コンダクター椎名林檎との記載が、まさかの指揮者。この人の才能はとどまることを知りません。ダンサーは16名がクレジットされており、実に美しいバレエを披露しています。振り付けにはバレエの統一したルーティン動作を取り入れ、法律や社会通念の中で生きる人間の群衆性を表現しているようです。しかし一方で、ダンサーの動きはあえて個性を残しているように見えます。いわゆるダンスミュージックビデオで表現される、揃っていることを正とするダンスとは異なり、本ミュージックビデオのバレエは一人一人の人間としての営みを表現しているのではないでしょうか。そんな人間の営みにおける調和と個性の表現に加え、本ミュージックビデオでは様々な対比の中で人間としての業を浮き彫りにしていきます。まずはダンサーの透明なメガネと淡い色の衣装。一方椎名林檎はサングラスとマットな質感の黒いコートです。ダンサーと椎名林檎の対比が映えます。特にこのラストシーン、かっこよすぎます。楽曲ラストのタイトルバックに登場し、サムネイルにも使用されている裸の男女が描かれたイラスト。実はミュージックビデオの解釈に非常に重要な役割を持っています。このイラストはパイオニア探査機の金属板と呼ばれるもので、NASA が1970年代に太陽系の外へ向けて打ち上げられた宇宙探査機パイオニアに載せられている金属板に描かれているイラストです。人類から地球外生命体へのメッセージであり、これを見た宇宙人が地球の位置や人間の男女の体など人類のことを知ることができるようデザインされています。ちなみによく見ると、右下にはしれっと黒猫堂のマスコットゲーテが描かれているのがお茶目です。1番の歌詞に、みんながみんな好きな人に会って宇宙の端と端でそっと手を祝えてくれとあり、この宇宙の端と端は今も太陽系外をさまよう宇宙探査機パイオニアを想起させます。正義という人間の内なる営みと対比して、外に広がる自然科学の追求のモチーフとして描かれているのではないでしょうか。そしてこちらのシーンでは、太陽系の惑星をモチーフにしたオブジェが吊られている中でバレエを踊ります。大宇宙の中の一つの惑星に生きる小さな存在である我々人間。
しかしまたその人間の内なる大宇宙である正義の追求者としてネクタイを締めるダンサーが表現されているように思います。本ミュージックビデオリリースに先立って公開された児玉監督のコメント。内にも外にも広がるこの大宇宙にてからもそう解釈できそうです。2番ラスト手前。言葉を笑う者は言葉に泣くと正義が囁く。この正義が囁くの部分における円形に広がるダンサーの上からのショット。これはドラマディスティニーで石原さとみが演じる主人公西村奏が胸元につける検察官のバッジデザインを思わせます。検察官のバッジは赤色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらわれており、その形が刑罰や思想の厳しさの例えとなる秋に降りる霜と夏の厳しい日差しに似ていることから秋霜烈日のバッジと呼ばれています。正義が囁くのタイミングで花が開く演出は見事です。人間としてのロケ地は東京都渋谷区にある東京キリストの教会。1995年に建て替えられ、現在の教会は牧文彦による設計です。最大の特徴は礼拝堂正面に見える光の壁です。大きなガラス面にガラス繊維を貼ったガラスのダブルスキン構造で、内部へ穏やかな光を届けるその様子は大きな障子を思い起こさせます。礼拝堂の空間を静謐で瞑想的な聖域に作り上げています。また夜のシーンでも決して暗い雰囲気にはならず、太陽系のオブジェの演出も相まって昼のシーンとの対比が美しいです。ここでこの教会の設計を行った牧文彦を紹介。牧文彦は世界的に評価の高い建築家の一人であり、建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を1993年に受賞しています。この受賞は丹下健三に続き日本人で2人目です。そして我々にも馴染みある建築物の設計でも知られています。幕張メッセ、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、六本木ヒルズ内のテレビ朝日本社ビルなどです。またアメリカでの活躍も顕著であり、MIT メディアラボ新館、ニューヨークのワールドトレードセンター跡地に建てられた高層ビル群のうちの一つ、フォーワールドトレードセンターなどを設計しています。図書館や市役所、博物館などの公共施設や幼稚園、小学校、大学など様々な建築を手掛けています。これを機に訪れてみてはいかがでしょうか。概要欄に牧総合計画事務所のリンクを貼っています。お近くの建築物をぜひ探してみてください。楽曲終わり、ミュージックビデオラストはアンディ・ウォーホルライクな椎名林檎の絵画の前。ダンサーが礼拝堂を後にするこのシーン。バックには意図おかしの伴奏がうっすらと聞こえてきます。歌詞の最後と合わせて、正義を生み出したのは誰？答えは僕ら人間としての業こそ意図おかしということでしょうか。最高すぎます。以上 MV 解説田中でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは。